ンドゾーン2。過酷な環境に放り込まれ村民の半数を失うもなんとか生き抜こうと奮闘する我らが白霊号。廃墟からかき集めた物資で水と食料の確保も成功。今回も頑張って物資を漁って村を大きくするぞー。ただいま遠征にてスクラップ工場を探索中。おっと発電機発見。発電機はこのコントロールパネルにねじ込めそうかな？無視角電気工事入りまーす。600V 以下は合法です。通電確認用を押し、シャッターオープン。お、ちゃんと開いた。発電機は他でも使えるかもだし、一応持って帰ろっと。だな。最後の一つが見つからないと思ったらこんなところに。2倍で表示してもこれかよ。地味にわかりづら。でもトリマこれで進行度は 100% になったな。もう、ゴミ漁りパートなんてカットするんだからもっとサクッと探索させてよ。怒るところそこかよ。今後は探索部分は大幅カットだよ。まあやってることただのゴミ拾いだしな。よし、物資の積み込み完了。撤収。続いて近場に倉庫の遠征ポイントがあったのでこちらも物色。お、植物があるぞ。植物百科事典がないとゲットできぬ。私は草には詳しくないんだよ。お宝を目の前に何もできないレイム。心なしか表情もいつもより沈んでおります。いやそれ私違うし、知らない人だよ。他人の空に。さて労働者こそ不足してるものの物資は溜まってきた。予定だけ出して放置してた貯水場の建設を開始するぞー。それを作る人もおらんぞ。昨日生まれた赤子がすぐに大人になら白霊号の民、それは生まれた翌日から働き出すやべえ生命体である。隣に食料庫もほいっとな。前回食料枯渇をやらかしたから、備蓄はしっかりやっとかないとな。かしこまり候。大人がちびちび増えてきたのでお仕事割り振り。それでも職場に対して人がやっぱり足りねえな。埋めよ増やせよ労働力、テント増地行く。さあニョキニョキ入ろ村人よ。そして再度廃品回収の旅。この探索で植物百科事典を発見。これでさっき回収できなかった植物が調べられるよ。さてさっきの倉庫はどこだったかな？セクター周辺の地図結構埋まってきたな。もう世界の5分の1くらいかな？まだ3日目入ったばっかりで周囲がちょっと分かった程度、廃品回収しながらもっとマップを広げたいね。だな。で倉庫に戻って植物を調査。新しい種を発見。トウモロコシゲット。これにはヨウムさんも思わずにっこり。うちのメスぞ。すまんすまん。てかうち肥沃な土地がないから、種あっても栽培できないよ。そういやそうだった。いっぱい遠征した結果、知識ポイントがだだ余りなのでとりあえず社会の研究をアンロック。ついでに下のもアンロック。住宅のアプグレや薬局関連が研究できるようになるみたいだぜ。テクノロジーをちらっと見たら、研究にはレンガが必要そうだったので経済もアンロック。レンガを作るにはまずこの粘土採掘場で粘土だな。では資材をねじ込んで研究開始。研究時間は5分です。はや？一時期は半分に減ってた大人の人口が、15名に戻ったので工具生産者に、割り当て。少しずつだが施設も稼働できるようになってきたぜ。他にも防護マスクとか作るために織物工場とか欲しいんだけど、原料となる繊維すら作れぬ。繊維すら作れねえ。これが最高難易度ってやつだな。木材一本生えてない土地に粘土と湿地、こりゃなかなか手厳しい。肥沃な土壌を見つけるまではなんとかゴミ拾いで生きるしかねえな。世知辛し。人が増えれば当然水と食料の消費も増えるだろうし、桟橋と漁場も追加で建設と。白霊号の民の食卓は魚オンリー。文句がある奴はその辺の草でも食え。草すら生えてねえよ。これは下り。施設増やしても人足らぬなので貯水場増地行く。いつか来るであろう干ばつに備えるのだ。食料庫もっと、思ったけど木材の在庫がもうないや。またどっかで拾ってこねえとだ。15名いた大人が1人減って14名に。過酷な労働が嫌で逃げ出したか、どこ行きやがった。バスの搬入口で変わり果てた姿で見つかりました。気がついたら遺体てんこ盛りになってんじゃねえか。このままでは疫病が流行するリスクが高まります。こりゃいかん、急いで墓地を建設せねば。こうして当分撤去されないであろう未開の廃墟横に、ひっそりと墓地の建設が開始された。信頼度は 55%、まだ許されてる感じかな？遺体を早く片付けて。今やってるよ、お前も埋葬してやろうか？こらこらこら。一応これミッションみたい。達成したらご褒美出そうだな。雨が降ってきたよ、しばらく降り続けそうだね。雨が降るとなんかあるのか？作物が育ちやすいらしいけどうちには畑がない、遠回しのババアの嫌味だよ。おい。早いとこ肥沃な土壌のセクターを見つけなきゃ。ばあさんに嫌味言われたくないしな。
で廃品回収の旅を続けてたら粘土の研究が完了。次はレンガ工場だな。おっと粘土がないと研究できないみたい。なので粘土採掘場を建設しようと思ったけど、できない？資源の交渉不足だってよ。ああこれ資源の近くじゃないとダメなタイプか。今の市街地からちと離れたとこにあるな。こんなことなら資源の交渉に合わせて都市計画立てればよかった。後の祭り。セクター内を見て回ったけど適当なのがなかったので、結局ここに作るしかないか。作業効率とか悪そうだけどしゃあなしだな。世紀末廃品回収の時間だよ。ご家庭でご不要になったゴミを全部差し出しなー。手慣れた犯行で物資を調達。犯行言うな。そして廃品回収車で深夜の爆走をしていたら、新たなゾーンを発見。入植3日目、希望あふれる新発見。この土地悪くはないけど微妙。粘土が白霊号と被ってるな。念願の肥沃な土壌ではあるんだけど土地も狭いからどうしたもんか。まあまだ白霊号だけで手一杯だしそのうち考えようぜ。でさらに車を走らせてたら橋を発見。ここの修理は木材100か、無理すれば直せるか？木の生産すらできてないのに修理になんて使えないよ。まあそうだわな。さらに倉庫の遠征ポイントも探査アーク、バスに物資がもういっぱいだよ。何に使うかわからん銅や鉛は置いといて、一旦拠点に戻るか。と思ったけど隣も遠征ポイントだったので立ち寄りマッシュ。遠征多すぎ。追加で限界まで、ねじ込みいい。今回の廃品回収も大戦果だぜ。あやべ遠征に夢中になりすぎて葬儀屋の割り当て忘れてた。これで友人たちが安らかに眠れます。粘土の採掘場も完成してるからこっちも割り当てしなきゃ。ただいま白霊号では穴掘りの求人大募集。働きやすいアットホームな会社です。実際のところは信頼 55% である。入植者を増やすならこれも上げた方がいいんだけどね。コミュニティの建物である焚き火すら工具が足りなくて作れんのよ。貧しい。焚き火なんて贅沢したかったらもっと生産力を上げろー。焚き火当分お預けだな。さらなる労働力確保のため転倒、立てまし。なんだかんだあったけど総人口も30名まで増えたぜ。おっと植物発見、もちろん百科事典は持参しております。新しい種を発見。スイカ、ゲットだぜ。さて粘土が用意できたのでレンガを、って石炭も必要なんかーい。一人ツッコミオツ。石炭と言いつつ原料は木なので、こっそり植林した地域の横に木こり小屋を建設。和訳あるあるだ、木炭も炭だから気にすんな。で石炭窯は近場で木を生産することで効率バフがつくので、正面に建設。工具工場でも木材使うから、ここに木こり作ったのは正解かもな。さあ木こりよ、どんどん木材を生産するのだー。やっと木材が自前で用意できるようになったぜ。オラが村にも木が生えたどう？お次は知識ポイントだ余りだったのでエコロジーをアンロック。沼地の農場、ハーブが栽培できるみたいだな。ハーブじゃ腹の足しにはならないけど、研究コストは払えるからやっとこっと。廃品の搬入しながら確認したら、溜まってたご遺体の埋葬が終わっておりました。鳥間疫病は出なかったようで一安心。村人ニョッキニョキ。5日目に突入、総人口は50人。目指すは実績解除の1セクター1000人突破だー。食料や水に生産限界とかあるのに、地味にきつそうな実績だ。天候が変わりそうです。干ばつに備えてください。開拓始めたばかりなのにもう干ばつか。まあ最高難易度だしこんなもんだろ。干ばつ発生までのリミットは7分、全力で準備をするぞー。多分桟橋で水が汲めなくなる。今のうちに水を汲むぞ。水の運搬車全量多く、足りない人員は他から引っ張ってこーい。ああそうだ、食料も魚しかないんだった。干ばつ来たら漁業も操業停止になるかもしれないぜ。研究が終わってたので、コスト資材があったパビリオンの研究を開始。研究は同時にはできないのでやれる時にやる。時間の無駄だめ絶対。新たな種を発見、天然ラテックス。確かゴムの原料になる植物だな。気がついたら石炭の在庫が結構できてた。今やってる研究が終わったら、次はレンガの研究に取り掛かれるぜ。レンガがあればさらに色々研究できる。白霊号、躍進の時来たれり。村人ニョッキニョキ。村人ニョッキニョキ。梅よ増やせよ。地に道よ。100かー、今日も大収穫だー。ゴミあさりパートは全カットされました。マップはこんな感じになりそうろー。左側のマップが埋まってきたな。まだまだ資源が回収しきれてないから、どんどん廃品回収に回るよ。週末リサイクラーレイムの戦いは人知れず続く。
さあパビリオン終わった。お次はレンガ工場の研究に着手だー。オラたちの村にレンガが来るぞ。でもレンガより先に干ばつが来るね。あと1分ちょっとで干ばつ開始だ。あ、そうだ、井戸だったら干ばつでも大丈夫かも。干ばつ直前に井戸掘りする無計画。これがうちのレイムさんだ。井戸は近すぎると効率が半減するみたいだから、ギリッギリのところにもう一つっと。地下水を奪い合うみたいのがあるのかもしれんな。干ばつがやってきました。物資が持つことを願いましょう。やることはやった。あとは運命を天に任せるのみ。では干ばつ発生により干からびていく白霊号を見ながら今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。干ばつにより水と食料の生産が止まった白霊号。住民はカッサカサに干からびてしまうのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。